というわけで、早速、私たちがこのファンタジーシミュレーターの体験プレイをさせていただきます。技術の粋を結集したバーチャルリアリティゲームなんだって。すっごいよね。五感も現実そのままなのかにゃ。例えば、嗅覚もクンクン。ああ、しきちゃんのお花がもうヒクヒクしちゃってる。フレちゃんも待ちきれないよ。私たちがゲームをプレイしている様子は、ステージ上のモニターに表示されるから、みっともないところは見せられないわね。それじゃあみんな、行きましょうか。説明パート終わり。疲れたんだら。みなみちゃん、肩貸して。しきちゃん大丈夫？その衣装ちょっと動きにくそうだものね。私のは露出が少し。セクシーでいいじゃない。シキもその衣装なら失踪しちゃう心配はなさそうだし。かなでちゃんの意地悪。あ、みなみちゃんいい匂いする。くんかくんか。しきちゃん、首にスリスリしないで、嗅がないで。みなみちゃんのおかげで、しきちゃんも元気になれたね。じゃあ、そろそろゲームやっちゃあら、フレデリカ、ノリノリね。もしかして、結構楽しみだった？なんか楽しそうだなーって。現実みたいな世界で遊べるんでしょ？そこのキャラになりきって。どんな私になれるかな？フレデリカイになっちゃうかも。まあ、どんな世界でも、フレちゃんはフレちゃんだと思うわ。さて、この機械をつけるんだったかしら？そうそう、ヘッドホンと VR グラスだね。映像が球面レンズを通して投影されて、現実に見えるっていう。すごいね。よくわかんないけど。では、装着。どう？これでショーとか出られちゃう？あれ？これ、スタッフさんがつけてくれることになってたはず。それに、ちょっと形が違うような。みなみ、どうしたの？早くつけないと始まっちゃうみたいよ。気のせいかな。じゃあ、私もつけますね。始まるね。ワックワク。なんか様子がおかしいな。機械の不具合？バグ？眩しい。これ、一体。みんな、大丈夫？この痛みも全部、あの機械が見せてるバーチャルリアリティってことなの？なんて、そんなこと言ってたら、現実と虚構の狭間で永遠にさまよう羽目になりそうね。さて、どうしたものかしら。え？あなたは？ありがとう。助けられたわね。ちょっと力が抜けちゃった。私は奏、速水奏。
好きに呼んで。それで、そう、実は私、聞きたいことや教えてほしいことがあるの。それに、探し人もたくさん。その上ここには、さっきみたいな怪物がうごめいているみたいだし、正直、とっても困っているの。そんなわけで、困っている女の子がいるんだけど、少しだけ手を貸してくれないかしら。ありがとう。実は、あなたなら引き受けてくれそうな気がしていたの。だって、あなた、とっても綺麗な目をしているもの。どこまでも澄んだ、優しい輝きね。それじゃあ、決まりね。助かるわ。まずは、歩きながら、いろいろ聞かせてもらえる？よろしくね。さて、一体、何がどうなっているのかしら。突然放り出されたから、あなたみたいな人に早めに出会えてよかったわ。ここは砂漠？でも、私の知っているそれとは雰囲気が全く違うのね。ミスタルシア。天使に悪魔、ドラゴニュートにドワーフ、さっきの魔物たち。おまけに、魔法、ね。最寄り駅も知らない。そもそも、電車が何なのかわからない。それどころか、イベント会場も事務所も、場所どころか、名前すら聞いたこともない。と。ありがとう。だいたいわかったわ。いえ、わかったって言うと、語弊があるかな。相当難解な状況にいるらしいってことが把握できた。まあ、そんなところ。矢継ぎ早にいろいろ聞いちゃってごめんなさい。しかも、あなたにとっては、きっと難解な質問ばかりだったでしょ。悪かったわね。私も私で、結構混乱しているの。それで、さっきも言った通り、探したい子たちがいるの。正直、この近くにいるのかも。そもそも、同じ世界にたどり着いているのかも怪しいけど。励ましてくれるの？ありがとう。そうね。今ばかりは悲観主義に溺れて沈んでいるわけにはいかないものね。希望を持ってみんなを探さなきゃ。その前に、この声、さっきのがまた追いかけてきたのかしら。厄介なファンね。へえ、あなた、ちっともひるまないのね。すぐ切り伏せちゃったし、もしかして、旧国の英雄とか、希代の勇者とか、そういった類の偉人さんなのかしら。だとしたら、私は相当幸運ね。守られてばかりになってしまうのは、ちょっと忍びないけれど。フェザーフォルクなら、高い魔力を持っているはず、ですって？いえ、私は人間なのだけど。って、この格好じゃ説得力のない主張ね。格好、というか、この翼、私の意志通りに動かせちゃうし。翼が風に踊るこの感覚も、よくできた虚構現実と言われれば、それまでだけど、少なくとも、今の私がすべきことは、この世界の一部として振る舞うこと、なのかしら。魔法か。ものは試し、とも言うし。ねえ、あなたも魔法は得意なのよね。よかったら、どう使っているのか
教えてもらえる？手取り足取り。ね。なるほど。集中して、器に満ちたエネルギーを、ゆっくり放出するイメージで、あら？光る壁。これ、私のイメージが具現化したのかしら。ねえ、出来はどう？合格？ありがとう。あなた、勇者や英雄にもだけど、先生にも向いてるんじゃない？もう少し自分でも練習してみるわね。大丈夫よ。これでも器用な方なの。とりあえず、怪我はしないように気をつけるわ。魔力をどう形作っていくか、はっきりイメージすることが大事、ね。やってみるわ。真面目に練習してるのは意外？そういう顔してたわ。努力型なのよ、私。ここって、見たところドワーフたちの村かしら。みんな学者みたいな格好をしているけれど、もしかして錬金術師のドワーフたち？あなたがもともと探していたのって錬金術に長けたドワーフたちの町だったのよね。話に聞いていたよりずっとこじんまりとした村みたいだけど、どうしちゃったのかしら。え？何か聞こえるですって？シャララララーじゃん！はーい、フレちゃんでした。どう楽しかったお題はいいよ。フレちゃんはスマートだけど太っ腹なのだ。フレデリカ、こんなところにいたの？よかった。あれれ？かなでちゃんだ！よかった！かなでちゃんもこの辺にいたんだ！私のことを探しに来てくれたの？匂いとか辿ってきてくれた？匂いって好きじゃないんだから。でも、あなたの明るい声はすぐわかったわ。とにかく、無事で何より。心配かけちゃってごめんね、かなでちゃん。私はなんともないよ。絶好調の元気デリカだよ。でも、ここの村のちびっこくん、ドワーフくんたちは元気じゃないデリカみたいだったから、みんなで楽しくダンスしてたんだ。見て見て、かなでちゃん。一緒に歌えるようになっちゃったんだよ。はい、みんな行くよ。せーの。ふん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 。はいはい。素敵な混声。というか、一族合唱ね。やっぱり、どこにいても、フレデリカはフレデリカだわ。なんだか、ほっとしちゃった。お？かなでちゃんも元気になった？じゃあよかった。ところで、そっちの、ああ、紹介が遅れたわね。この人は、ここまで私と一緒に来てくれた騎士さんで。この声は。またでっかいのだ！ドワーフくんたち、隠れるよ！かなでちゃんたちも早く逃げよう！って、そっちは危ないよ！騎士さん！びっくり！あのでっかいのを倒しちゃうなんて、とっても強いんだね。かなでちゃんのこともずーっと守ってくれたんだ。ありがとう。感謝の嘆きっす。おーい、ドワーフくんたち、出ておいでー。怖いのはいなくなっちゃったから、もう安全だよー。みんなでお礼に嘆きっすしよー。へいへい。フレ
レちゃん、ひょっとしてこの村、さっきみたいな魔物によく襲われているの？かなでちゃんなんでわかったの？もしかしてテレパシー魔法？キャー！フレちゃんの心、丸裸か？かなでちゃんのエッチ。そういうサイキックな役目は別の子にお任せするわ。じゃなくて、さっき、またでっかいのだって言ってたでしょ？前にも同じことがあったの？そうなんだよ。私がここに来てからも何回かあったし、ドワーフくんたちはもっともっと何回も襲われてるみたいなんだよね。何回も。ということは、ドワーフたちが元いた町を襲ったのも、さっきみたいな魔物たちなのかしら。それで、ドワーフはここへ逃げて移り住んできた、とか。確か、騎士さんの話だと、この辺りはもともと砂漠じゃなくて、錬金術の研究に向いた、恵み豊かな土地だったのよね。それが、あの魔物たちが来て変わり果てた、ってとこかしら。そういえば、さっきの魔物たち、ずいぶん食欲旺盛だったみたいだけど、町も生き物も植物も、あの魔物が食い尽くしちゃって、そのせいで、この辺はみんな砂漠化しちゃったとか。すごいすごいドワーフくんたちが話してくれたのとぴったり同じ。かなでちゃん、名探偵だよ。シャーロック・ハヤミーズだよ。それじゃあ私が複数人いるみたいじゃない？まったく、ひょうきんなワトソンさんね。それに拍手まで。フレちゃん、すっかりドワーフたちに懐かれてるわよ。まあ、ともあれ、いよいよのんびりしていられなくなったわね。フレデリカがいたのなら、南や四季もこの辺りにいるのかもしれないけど、お腹を空かせた魔物たちがたくさんうろついているのなら、早く二人を探し出さなくちゃ。行こう。ドワーフくんたち、涙のお別れだよ。早見フレキシデリカのこと忘れないでね。きっと覚えててね。そんなよくわからない名前、覚えてもらわなくてもいいわよ。ドワーフたちの町が見つからなかったのも、砂漠化の原因も、魔物たちだったのね。フレちゃんのおかげで、すっかり賑やかな旅路になったわね。そう思わない？これ夢かなーって思ってたけど、かなでちゃんもいたんだね。すごい夢かな。かなでちゃんの翼、動くの？飛べるの？わお！かなで航空便ビジネス、一緒に始めちゃう？ここは、さっきとはまた別の村？なるほど。町が襲われて、チリジリになったドワーフたちは、こうやって砂漠のあちこちに小さな村を作ってるのね。生存していけるだけの暮らしや環境をすぐに整えられるのは、さすが錬金術師のドワーフたちといったところなのかしら。だね。お家とか食べ物とか水とか、すぐに確保できて、偉い偉い。ほら、見て見て。かなでちゃんにも褒められたから、ドワーフくんたちとっても嬉しそうだよ。ねえ。フレちゃん、本当にドワーフたちと仲良しになっちゃったのね。というか、さっきからこの子たちの言葉、なんとなく理解してない？私には可愛い鳴き声みたいにしか聞こえないんだけど。そうだね。なんとなくなんとなくね。例えば、そっちの子は今なんて言ってるの？ねー。ピーン！ひらめいた！お腹すいた！クレームブリュレ食べたい！かな？ああ、大丈夫よ、騎士さん。この子、ちょっとマイペースに見えるかもしれないけど、
やるときはやる子だから。危険って、うわー、来ちゃった魔物だよ。フレデリカ、上、危ない！あれ？魔物さんの動き、止まっちゃってる？騎士さん、今よ！とどめよ！騎士さん、ありがとう。無事みたいね。もう、さすがに背筋が凍ったわよ、フレちゃん。ごめんね。じゃなくて、かなでちゃん、さっきの、キラフワーって、どうやったの？テレパシーに名推理に、今度はマジック？そうね。本来の意味でのマジック。つまり魔法。ね。騎士さんに教えてもらって練習してたの。失敗しないで使えたのは初めてよ。本番に強い方でよかったわ。わお！かなでちゃん、すっかりファンタジっちゃってるね。よーし、フレちゃんも頑張っちゃう。トワーフくんたち、おいでおいで。フレデリカの質問コーナー、始まるよー。よーし、整列。番号、アンドゥトロワー456。みんなに聞きたいことがあるんだ。この辺で私たちみたいな、おっきいお姉さんたちを見なかった？あらあら。騎士さん、フレちゃんのおかげで有益な目撃情報が集まるかもしれないわ。一人はこう、式一ノ瀬って感じで、もう一人は南にターって感じの子なんだけど、どう？うん、大丈夫よ。多分。まあ、フレちゃんだもの。見たことあるの？ああ！キスさん、かなでちゃん！この子がね、シキちゃんたちのこと知ってるって！ほらね。とってもよくやってくれるのよ。どうやったのかは、あまり深く考えないでね。なんかね、ここから先に行ったとこにある研究所に、新しい錬金術師の人が2人来たんだって。すっごく頭のいい子と、すっごく優しい子。それもう完全に、シキ&ミナミって感じだよ。というわけで騎士さん、この子の教えてくれた方に、レッツゴーだよ。錬金術師に間違われちゃうなんて、さすがは南とシキって感じだわ。え？フレちゃんのダンスに魔力が宿ってる？そうなの？さすがはフレちゃん。どう？私もかなでちゃんみたいにファンタジっちゃってた？お揃い？シキちゃんもみなみちゃんも大丈夫かな？二人ともいい子だし、大丈夫かな？到着デリカ。キッさん、あれあのピラミッドがドワーフくんたちの言ってた研究所だよ。シキちゃんにみなみちゃん、いるかな？到着したはいいけれど、ちょっと、様子がおかしくないかしら？いやー、ちょっと厄介なことになっちゃったにゃー。逃げ足は速い方だけど、ああいう化け物にも通用するかはギャンブルかも。って、あれ？フレちゃんにかなでちゃん誰？またもや嗅いだことない匂いの人？はーい！シキちゃんほんとにいた！教えてくれたあのドワーフくんには感謝だね。シキちゃん、再会をお祝いしてハグ！で、いろいろ聞きたいことはあるんだけど、
実は。そうね。私たちの方も話したいことや聞きたいことのオンパレードだけど、見たところ、のんびり話している場合ではなさそうね。あったりー。実はね。あれれねえ見て、かなでちゃん、あっちあっち、みなみちゃんもいるよ。おーい、みなみちゃん。いえ、ちょっと待って、フレデリカ。なんだか様子がおかしいわ。しきちゃんたら逃げちゃうなんていけない子ね。ですよ。今なら許してあげるから、こっちへ来て。みなみといいこと、楽しいこと、いっぱいしましょう。これ言ったら絶対やばいしな。許してくれるっていう人は、大抵許してくれないんだって。フレちゃん、かくまって。わーお、みなみちゃん。これは、なんていうか、アイドル的にはお見せできないよって感じだね。あらあら。みなみ、格好まですごいことになっちゃって。あら？そこにいるのは、かなでさんにフレデリカちゃん？それにもう一人。みんな私と遊びに来てくれたの？嬉しい。でも、しきちゃんみたいに逃げられちゃったらつまらないし。まずは捕まえちゃおうかな。縛って、閉じ込めて、誰にも邪魔されないところで。お楽しみはそれからでも。ちょっと痛くしちゃうかもしれないけど、大丈夫。後でたっぷり気持ちよくしてあげるから。言って。ああ、やられちゃった。そちらの騎士さん、とっても強いんですね。あなたとなら、すっごく楽しめそう。ゾクゾクしてきちゃった。でも、お楽しみはしばらくお預け。もうちょっと骨のある子を連れてこなきゃ。追ってきてくれますよね。待ってますから。もっと奥まで来て。行っちゃったわね。行っちゃったね。いやいやいや、あれはさすがに追いかけないとまずいんじゃないかな。フレちゃん、あたし休憩したい。疲れた。もうずーっと逃げ回ってたから、あたしもうヘトヘト。しきちゃんはどっちかっていうと、頭脳労働担当だし、ラクロスで鍛えてる現役運動部員とは張り合えないって。にゃー。つまり、ピラミッドのこの騒ぎは、あなたとミナミの追いかけっこが原因だったってわけね。まあ、追いかけっこなんて可愛らしいものでは済まされないみたいだけど。みなみちゃん、なんだかすごいことになってたもんね。格好もセリフもすごかったし、あとなんか魔物とか連れてたし、ママミーヤって感じだったね。フレちゃん、それイタリア語。いやー、あたしもさすがにこれは予測できなかったかな。偶発的な事故が連続して、ことが大きくなっちゃったっていうか。とりあえず、シキ、事情を聞かせてもらえる？放っておくわけにもいかないから、ミナミを追いかけながら、ね。シキとは無事に合流できたし、ミナミも見つけられたけど、問題は山積みね。研究所のドワーフたちもすっかり戸惑っているみたい。ミナミに何があったのかしら。ドワーフくんたちもわたわたしてたね。みなみちゃん、どうしちゃったのかな？もしかして、同じように答えた方がよかった？
なみちゃーん。違う？ラミア？ああ、そういうコンセプトの衣装だったんだけど。って言っても通じないよね。参ったなぁ。効果は証明されたけど、そういう実験するつもりは。ふんふん、くんか。君、ほんと面白い匂いするね。ここに来てから知らない匂いをいっぱい嗅いできたけど、君のは飛び抜けて特別だ。とっても刺激的で、興味深いな。ねえ、君ってどんな存在なの？教えて。この世界が嘘か誠か、非現実か非存在か。そんなのどうでもいいんだ。私にとって重要なのは、ここが面白い場所かどうか。こーら、シキ。探求心がうずくのもわかるけど、まずはあなたの役目を果たしてからにしてくれる？はーい、かなでちゃん。どこまで話したっけ？シキちゃんが放り出されたのは、このピラミッド研究所の近くで、みなみちゃんとは意外とすぐ出会えたってところまでだよ。ああ、そうそう。その後、例のドワーフたちと会って、この世界のこととか、錬金術のこととか、いろいろ話聞いてたら、なんか研究所に来てほしいって頼まれちゃったんだよね。あの子たち、ここで緑化魔法の研究してるらしくってさ、砂漠化しちゃった土地を元に戻せたら、錬金術についてちょっと危険な深いところまで教えてくれるって言うから、つい。ここでも頭脳を頼りにされちゃうなんて、さすがは天才少女ってところかしら。それで、シキは知識欲の赴くままに研究を始めたってわけ？ That's right, かなでちゃん。みなみちゃんは、まあいい子なみなみちゃんらしく、困ってる子たちを助けたいという感じで、私の研究を真面目に手伝ってくれてたんだけど、魔法薬のプロトタイプができた時に、ちょっとしたアクシデントが起きちゃって。見つけた。追いかけられるって、なんだかドキドキするのね。癖になっちゃいそう。なんて。はい。こんな感じになっちゃった。という。大事なところがざっくり飛ばされた気がするけど、もしかして詳しく聞いてる場合じゃないかも？みなみちゃんのこっちを見つめる視線、とっても危険な感じに熱いし。そうね。まずは、あの子の相手をしないといけないみたい。また魔物も連れてきちゃってるみたいだし。フレデリカ、シキ、怪我しないように気をつけてね。かなでさんって優しいですよね。面倒見も良くて。でも、たまには年下らしく、お姉さんに甘えてみてもいいんですよ。いっぱい優しくしてあげるから。あら、魅力的な誘いだけれど、主導権を握られるのは好みじゃないの。だからみなみ、目を覚まして。騎士さん、行きましょう。この子たちでもダメ？ああ、ごめんなさい。高ぶってきちゃって。もっともっと遊びましょう。騎士さんとなら、最高に楽しいことできちゃいそう。だから、また来ますね。じらされるのも嫌いじゃないですから。意地悪は、するのもされるのも、大好きですよ。それじゃ。ものすっごいフェロモンの香り。人を興奮させちゃうコプリースがムンムン。これは暴力的というか、もはや災害指定レベル？
みなみちゃんってもともとセクシーな感じではあったけど、ああいうムラムラ、あはーんって感じではなかったよね。そうね。みなみのあの変貌ぶりは、さっき言っていた事故っていうのが関係しているのかしら、シキ？そうなんだよね。砂漠を緑化するの、一気にスピード解決できないもんかなと思ってさ。まあ、いろいろ研究してみて、逆転魔法薬ってのを作ってみたんだよね。ちまちま水まいて、種植えて、植物増やして、なんてのんびりした方法じゃ、あっという間に魔物たちに食い尽くされるのがオチでしょ？だから、逆転させちゃおうと思って。逆転魔法薬？何それ何それ！ 9 回裏2アウト丸いホームランみたいな？ふねちゃん、最近ゆきちゃんとおしゃべりしたのかな？まあでも、おおむね正解。要するに負けをひっくり返して勝ちにする、みたいに砂漠地帯の乾燥状態をひっくり返す薬だったわけ。ひっくり返して、緑が溢れた元の姿にってこと？なかなか豪快な発想の薬ね。シキらしいといえば、らしいのかしら。でも、その薬が原因でみなみがああなったってことは。負けは勝ちに、砂漠は豊かな土地に。そして不運な事故で頭から薬をかぶった真面目で低粛な女の子は、奔放な快楽主義者となってしまい、みんなを助けるどころか、魔物を率いて困らせちゃってるのでした。ちゃんちゃん。みたいな。不運な事故に聞こえないわよ、シキ。けど、起きたことに打ちひしがれるばかりじゃ前には進めないし、これからどうするかを考えないと。うん、そうだね。かなでちゃんの言う通りだね。ともかくみなみちゃんを元に戻さなきゃ。私の責任だしね。みなみちゃんを元に戻す方法って、意外と簡単なんじゃないかな。だって、逆転ってことは、くるっと回って裏返っちゃったんでしょ？じゃあ、もう一回くるって回しちゃえば、元通りだよ！逆転丸いホームランだよ！代打デリカ、2本足打法！普通の打法だね。でも、なるほど。そういう手もなくはない。そんなにくるくる回しちゃって、みなみが大丈夫なのかはちょっと気がかりだけれど。やってみる価値はありそうね。